はい、皆さんはじめまして、こんにちは。東京大学3年の杉山かなと申します。iScale は2018年の6月に卒業しました。で、7年生の、初めから12年生の終わりまで6年間通っておりまして、その前は、3歳からマレーシアにはいたものの、日本人学校に幼少と通っておりました。今日は一卒業生として皆さんに私の経験だったりを少しでもシェアできたらいいなと思ってお邪魔させていただいております。今日はよろしくお願いいたします。では個別の質問に参ります。iScale での経験っていうのはそれまでのあなたの経験と比較して何がどう違うのかみたいなことを話してくださいっていったものだったんですけれども、申し上げた通り私は幼少と日本人学校に通っておりました。で、そのまま日本に単身で帰国して日本の学校に進む道もあり得たわけですけれども、今振り返ってみると、あの時iScaleを選んだ自分に、よくやったなっていうふうに言いたいなというふうに本当に思います。iScale で培ったものっていうのは単に英語が喋れるようになるだけっていった単純なものではなく、批判的思考だったり、先ほども申し上げましたけれども、批判的思考だったり、自分とは全く異なるところから来ている他者への共感力とかコミュニケーション能力だったり、これからの社会で本当に必要だなって思える力を、学ばせてもらったなというふうに思います。で、日本の学校でそういった能力を培うことができないって言いたいわけではないんですけれども、やっぱり今私の周りにいる友人とかは、大学入学後にやっとそれらの重要性に気づいて、その能力を学び始めるっていった段階ですし、幼少期からそういった異なるバックグラウンドを持つ他者と出会って自分の当たり前を疑うことを中学校、早ければ小学校からできるっていうことは、できるっていったこと、また今私はどこの大陸に行っても友人がいるっていった人間関係を育めることは本当にiScale でなきゃできなかった経験かなというふうに思います。一つ目の質問はですね、日本の教育とiScale の教育ってどう違うのかっていった趣旨の質問なんですけれども、iScale での教育っていうのは生徒一人一人の興味関心だったり潜在的能力っていうのを生徒本人に気づかせて、それを十二分に開花してくれるようなものだったなというふうに思います。ミドルスクール、ハイスクールを通じて何の授業を取りたいのかっていうところから始まって、まるで大学の授業のように、自分が何を学びたいのかっていうことを生徒本人に、考えさせるっていうところから iScale での学びは始まっていました。で、授業は日本の学校のように黒板の前に教員が立って知識を伝授するっていったような形のものではなくて、生徒に思考を迫って授業も双方向型で、時に生徒が問題そのものを設定して本当に考えることを迫られるものだったなというふうに思います。物事を批判的に見る力だったりだとか、自分の固定観念だったり常識を疑って意見が異なる人とどのようにしたら分かり合えるのかなみたいなことをiScaleでは教わったと思いますし、そういった力は大学に入ってからもすごく生きてるなっていうことを本当に痛感します。では次の質問に参ります。iScale での課外活動っていうのはどういったものなのかっていった質問ですね。こちらに関しても、授業も本当に選択肢が多いんですけれども、課外活動に関しても非常にもうビュッフェのように選択肢が多くて、必ず何か自分がピンとくるようなものが見つかるのではないかなというふうに思います。スポーツや音楽だったりダンスとか模擬国連だったりはもちろん、ボランティアなど本当に多種多様な活動が揃っていて、iScale に入った当初私もすごくびっくりしたのを覚えています。で、自分で何かアイデアがあったら、もし既存の活動の中で興味があるものがなければ、周りを巻き込む力さえあればどんな活動でも自分が主体となって始めることができますし、それを全力で応援してくれるようなサポートシステムも整っていると思います。で、私はずっとピアノをやっていたんですけれども、合唱の伴奏だったりコンチェルトだったりっていうのを一緒に演奏させてもらったり、
アジアの他の地域にある他の連盟校に一緒に遠征に行って演奏会をしたりだとか、あとは高校ではずっとミャンマーからの難民の子どもたちに英語を教えるっていったボランティアもずっとさせてもらっていました。どれも ISKL でなければできなかった経験だと思いますし、今思うと私の今周りにいる日本の大学生が、喉から手が出るほど欲しい経験を中学高校時代からやれていたのかなというふうにすごく思います。次の質問は最後の質問ですね。最後の質問は、ISKL は自分のニーズや関心について、興味関心について理解を示し、それらについてきちんとした対応を取ってくれたかみたいな質問なんですけれども、これについても、今 ISKL の職員の方がいるから単にいいことを言いたいって言ったわけではなくて、本当にケアのシステムが徹底されていたなというふうに思います。ISKL では必ず誰かが自分のことを気にかけてくれてるなっていう風に生徒が思える体制があったかなという風に振り返ってみると思います。編入生だったり新入生にはサポート役の生徒が必ずつきますし、英語に自信がなかったりだとか、この科目ちょっと自信ないなみたいなことを、生徒が持ったら、授業外で担当教員がアドバイスだったり指導してくれたりだとか、あとはスクールカウンセラーっていう日本の学校ではなかなか聞かない役職の方もいらっしゃいます。で、こういったカウンセラーについてカウンセラーの方に自分の将来だったり今悩んでいること、あとはもう大学選びのことだったり、もう何でも相談できるので、ケアのシステムだったりっていうのは非常に徹底されていたかなというふうに思います。以上、ちょっと短い質問4つしかお答えできなかったんですけれども、何らかの形で皆さんのお役に立てれば幸いです。今日は ISKL の説明会にお越しいただきありがとうございました。